皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。お元気ですか？今日はね、天気がちょっと悪くて、今雨がザーザー降っています。聞こえますか？ちょっとマイクには入らないかな？入らない。多分音が入らないと思うんですけど、今ザーザー降っています。朝はもっと強く降っていました。昨日は雷がゴロゴロ鳴っていました。はい。今日はね、天気の話をしていきたいと思います。2つ話をします。1つ目は私と天気の話。そして2つ目は日本人と天気の話をします。それでは始めましょう。まずはじめに、皆さん雨の日は好きですか？私はね、雨がね、嫌いなんです。すごく嫌いで、はい、気分がすごくね、落ち込んじゃうんですよね。明るい気持ちになれなくて、いろんなことをやりたい気持ちがなくなってしまって、はい、あんまり好きじゃないですね。曇りもあんまり好きじゃないです。晴れがいいんですよね。雲はあってもいいんですけど、太陽が出ててほしいんですよ。皆さんはどうですか？結構雨が好きっていう人は多いですよね。なんでなんだろう。私からすると、晴れの方がいいじゃんって思うんですけど、雨が好きな人は、雨の雰囲気が好きとか、雨が降ってる音が好きとか言いますよね。結構私は、そうやってね、雨があんまり好きじゃないので、天気予報を結構よく見て、雨じゃないかなってチェックするのが好きなんです。ちょっと自分でも、変かなって思うんですけど、もう一日に何回も天気予報を見ます。朝起きたら、まずその日の天気と次の日の天気と週末の天気を見て、それをね、昼もやるし、夜もやって、多分1日に3回とか4回は携帯の天気予報をチェックします。なんでこんなに天気予報を見るのが好きかっていうか、天気予報を、チェックするかっていうと、外でやる活動が好きなんですよね。外にお出かけするのが好きなんです。平日はね、そんなに外に行くことがないので、雨が降っていても、ちょっと気分が落ち込むな、テンション上がらないなって思うくらいなんですけど、週末はね、もう基本的にどこかお出かけをしたい人なんですよ。だから雨が降っちゃうと、どこにも行けないじゃんってなっちゃうんですよ。よく日本では四季があって、いろんな春、夏、秋、冬の楽しみ方がありますよ、みたいな話をね、皆さんも聞くと思うんですけど、私にとっては、その4つの楽しみ方ではなくて、12ヶ月、12個の楽しみ方、12個以上ですね。もう、その本当に毎月毎月いろんな楽しみ方ができると思っています。例えば、3月は、前にビデオにもしたんですけど、ひな祭りがあって、街中がね、すごく可愛くデコレーションされていたり、3月の終わりから4月にかけては桜の季節ですよね。お花見をしたりして、あと5月はゴールデンウィークがあるから、外でピクニックしたり、
あとはお花を見に行ったりします。そんな感じで結構もう毎月毎月この季節にやりたいことみたいなのがいっぱいあるんですよ。だから週末に雨が降っちゃうともう本当にその楽しめる時間って短いから5月のそのお花を見に行くのはこの時期しかできないのに雨が降っちゃうといけないじゃんってなっちゃうんですよね。ですごくそれがね落ち込むので、だから雨がねあんまり好きじゃないんです。はい。そんな理由で私はね天気予報をもう結構こまめにチェックしています。じゃあ次に日本人と天気について話をします。日本人はね結構天気の話をするんですよ。本当に挨拶代わりみたいな感じで話します。例えば友達とかに会った時におはようね、暑いね今日。なんか35度ぐらいあるんじゃないみたいな感じで話します。それを朝して、また夕方にも同じ友達に会っても、また天気の話をします。なんかすごい、夕方になったらすごい涼しくなったね。今28度ぐらいしかないんじゃないとか。そういう感じで、一日に何回でも天気の話をします。面白いですよね。なんでなんだろうっていうのをね、ちょっと考えてみました。そう、さっき自分の話をした時も言ったんですが、やっぱり12ヶ月、4つの春、夏、秋、冬に加えて、その12ヶ月でどんどん気候が変わるんですよね。気温もそうだし、雨が降りやすいとか、あんまり降らない月とか、どんどん変わるんです。はい。なので、例えば着る服とかも、もう本当に頻繁にね、寒くなったり暑くなったりするので、そういう風な衣替えっていうんですけど、着るものを変えることもありますし、あとは、洗濯物を外に干す人も割と多いので、そういう気候とか気温にすごく影響を受けますよね。あとは、スーパーに買い物に行って、並ぶ食材も季節によって全然違います。雨が多い時期に美味しくなる果物だったり、春はこの魚が美味しいよとか、冬になるとこの野菜が美味しくなるとか、そういう旬って言うんですけど、食べ物の美味しくなる季節っていうのを気にする人がとっても多いです。今はもういろんな国から美味しい食べ物がどの季節にも輸入できるので、一年通して昔、もうすっごく昔のその輸入できなかった時に比べたら、いろんなものが一年通して美味しく食べられはしますが、未だに食べ物の旬を気にする人っていうのは本当に多いです。その、衣食住って言うんですけど、衣が着るもの、ね、食が食べるもの、あと住が住む環境ですね。この衣食住に天気っていうのが本当に深く関わっていると思います。そう。なので、日本人の生活からその天気の話っていうのは切っても切り離せない関係なんです。切っても切り離せないっていうのは、関係を切りたくても切ることができないぐらい強い関係っていうことですね。切っても切り離せない関係なんです。皆さんは自分の国で春が来たらワクワクするとか、この季節になったら、この食べ物が美味しくなるなーってワクワクしたり、
そういうことはありますか？皆さんにとって天気の話っていうのは結構メジャーなトピックですか？どうなんだろう。皆さんの意見を聞かせてもらえると嬉しいです。はい。では今日のポッドキャストはここまでにします。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてインスタグラムのフォローもしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。